皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀二です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編を皆様にお届けいたします。戦型がですね、後手番で私が雁木に組みまして、相手の方が矢倉の早囲いですね、居飛車の対抗型になったんですけれども、こちらの方のね、戦型、近年ね、非常にプロ棋士の公式戦でも多く見かけるような対局になりました。定石が確立されてないような部分もあるんですけれども、どういったところをポイントとしてね、指していけば、序盤を進めていけばいいのかといったあたりを中心に、大盤で解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。ではね、早速対局の方を振り返っていきたいと思います。本局私が後手番ですね、上側になります。2六歩、3四歩、7六歩、4四歩、4八銀、3二銀で6八玉、4三銀、7八玉と、そうですね、さらさらと進めましたけれども、ここまではね、振り飛車模様のね、序盤のスタートですよね。ここで飛車を3二飛車と回ったり、4二飛車と回ったり、あるいはもうちょっと様子を見てね、富士システムのように9四歩ついたりっていう指し方があるんですけれども、本局私はね、ここで8四歩と、居飛車を選択しました。もちろんね、振り飛車にするのも一局の将棋ですね。ただ近年こうね、オープニングでも言ったんですけれども、こういうスタートから居飛車に戻す、後手番がね、居飛車側にして指すという指し方が、増えつつあるというところですね。で、8四歩に対して2五歩、3三角。ね。で、6八銀と上がりました。この6八銀も何気ないように見えて、先手が駒組みを進める上ではね、ある程度重要な手ですね。というのも、もちろん5八金右と上がるような手もあるんですけれども、一つ気になるのはね、先手8五歩と突かれた時に、飛車がね、こう攻めてきて角の頭を受ける時にですね、7七角と上がって受ける形も、常識的にあるんですけれども、この角の形ですとね、将来的にやはり銀で狙われやすかったりとか、桂馬でね、狙われやすかったりといったところがあるので、もちろんこれも一局なんですけれども、この形で6八銀とね、上がっておけば、8五歩には7七銀と、銀で受けれた方がね、上部に厚い形で受けれますので、安定感があるということです。ですのでね、先手を持って指される方はこの形でね、6八銀と上がる。あるいは例えばこういう形であれば、玉を寄ってしまうと歩を突かれてしまうので、これね、一手違ってこういう場面もあると思うんですけど、こういう時も7八銀と上がっておけば、8五歩には7七銀という形で受けれますというね、これ一つのポイントですね。もちろん角で受けて指す指し方もあるところです。実際6八銀と上がったと。そして3二金で5六歩、6二銀とで3六歩とで7四歩、そして3七銀と。そうですね、この3七銀が一つ積極的な手なんですけれども、これね、対局編の時に言ったんですけれども、実はね、一つ駆け引きがありまして、ちょっとした駆け引きというのは、後手はね、8五歩といつでもつけるんですよね。つける。ただもう6八銀、先ほど言ったように6八銀と備えられてるところなので、8五歩とつけばおそらく7七銀と上がられるだろうなってところがあるわけですね。で、先手はですね、実は7七銀と早く上がって7九角と引きたいっていうかね、引く形が一つあるんですよね。こう銀を上がって角を引いて、この2筋の歩交換、あるいは角の頭を攻めるという形を作りたい。ですので先手はリズムとしては8五歩と突かせて7七銀と上がって角を引きたい。ね。例えばこう3六歩と今ついた、そのね、3六歩とついたんですけど、これ7七銀と上がるよりも突かしたいんですね。それはなぜか。すぐ銀を上がると、これでも全然自然な手なんです。これももうこういう指すね、実践の例もいっぱいあるんですけど、こうやるとね、少し後手がこうついてこないんですね。これですと後手が7四歩から、例えば7九角、7三桂と、こう桂馬の活用を急いだりした時に、少しね、8五に桂を飛ぶ味が残るんですよね。これほんとちょっとした差なんですけれども、こう8五歩とつけば元に戻ると。で、後手はこの歩を保留して、8五桂と使う手が出てきたり、あるいは一手早く8五歩の分を4五歩と変えたりということで、この8五歩の一手を保留したプラス桂馬を飛べるプラス他の手に回せるかもしれないという3つね、後手番からすると少しね、若干なんですけど得する部分があるんですね。ですので、駆け引きがあるよと言ったのは、先手はね、7七銀をね、できればこう後手から8五歩と突かせてね、上がりたいと。こうすれば、いわゆる形を決めたなんてよく将棋のね、解説で言うと思うんですけど、形を決めてもらったと。ついてくれれば、8五桂と飛ばれる手がなくなるし、一手ね、8五歩の手を回されるってこともなくなるんで。なので、3六歩とね、ついたわけです。で、私の方もやっぱ8五をつくと7七銀って上がられるから、ちょっと7四歩とついてね、頑張ってるわけですね。で、先手は、ここでどうするかです。もうちょっとね、7七銀と上がれば、ある意味妥協というかね、普通なんですけど、3七銀と、じゃあもう8五ついてこないなら、
もうどんどん攻めちゃうよっていう手なんですね、これね。3七銀はもう8五突きなさいあなたと。でこれ8五歩突かないと、先手玉に対してプレッシャーがかからないんですよね。まあ具体的に例えばこのままどんどん攻めれればね、角道が通ったままむしろ戦えちゃうと。まあこの先手後手としてもね、できる限り8五歩最後に回したいんですけど、この3七銀はもういかにもこれは攻めてきますよって手なので、そういった理由でこれ8五歩と突くわけですね。もちろんもっと強気にさせてありますよ。もっとこう桂飛んで私はまだつきませんって指し方もあるんですけど、例えばこれですと3五歩とかね一気に来て、今度はね8五歩に向けてこれない可能性がね出てくるわけですよね。なのでまあこの辺はね難しいところです。私のここで、これが一つね序盤のポイントです。まあ8五歩とね突きましたね。で7七銀と、まあそれ7銀上がるよとね相手の方がね。これで、私の方も、7七銀に対して5四歩と突いてね、まあこう突いておけばね、まあちょっと妥協したみたいですけど、突いておけばこの角と銀の格好が重いので、この瞬間にこう攻めるっていうのはちょっとやりにくいんですよね。これ角が邪魔でここでこう攻めていくっていうのはやりにくいので、まあ先頭の方もまあ7九角とね、まあ、突いてくれたから満足だよという点順ですね。で7三桂と飛びまして、私は8五に飛べないんですけど6五桂とねこちら側に飛ぶ手をね見せて反撃の味を作っております。まあ、ここで、5八金と、まあ難しいですね。もうどんどん2六銀とか、まあどんどんね本局に出てく手もあるとこですね。まあこれですとね攻め足が速いのが、まあ、先手の主張ですけど、まあ、デメリットとしては中央付近が薄い。具体的に言うと例えば4五歩と突いて、3五歩に、まあ、例えば5五歩とかね、まあ、こういう感じになった時にやっぱり中央が薄いですよね。6五桂と噛み合ってね中央が薄い狙われると、まあ、これもあったとは思うんですが、実戦は5八金とね少しゆっくりめなねスペースダウンのね手ですね。で5八金に対して後手も5二金、そして、6六歩で6四歩と、まあ難しいですね。この6六歩もね、まあ、突かないとこう角が睨んでるので、例えば、まあ、3五歩同歩同角とね取っていくような手もあるんですけど、これ一つの攻めなんですけどもね、まあ、この時に8六歩と突くような手があるわけですね。で同歩ですとこう継ぎ歩するような手が一応こう角で狙うような手があって、まあ、同銀ですとね4五歩と突いた時にこう6六歩が突いたといきなり香取りになると。まあこれも結構ね、まあ雁木ならではですよね。こう角がこう医学で使えるとね、まあこれもあるんですけど、この展開は先手としてはね、まあ、気持ち悪いと判断すれば、まあ6六と突くことになるわけですね。ただまあ6六ですとやっぱ6四と突かれて、結局6五歩が気になるので、まあ先手の方もね6七金ともう一手上がることになります。まあでですね、この局面実はかなりね、ちょっと前の将棋大津で指した形と非常に似た感じですね。まあ早囲いプラス3七銀で、私のはまあ右玉含みでね、まあ王様をねこちら側に囲う、まあ、4二玉、形は4二玉4一玉自然なんですけど、まあ王様こちらに寄ってしまうとかえって相手のね攻め駒に近づく可能性が出てくるので、まあ難しいところですね。で実戦は8一飛車と引きました。まあちょっと変わった手に見えますが、これはですね6五歩という反撃を早くしたいということですね。まあ、具体的に言いますと、まあ、自然な手はね、例えばまあ王様寄る手も普通です。まあ、これもありますよ。王様寄った場合は、まあ、2六みたいな手の時に、やっぱり、まあ、4五歩と突いたり6五歩と突いたり攻めるということで攻め合いですね。で、右玉にする含みを残したいので、まあ、右玉にするんであれば6三銀から6二玉が自然なんですけれども、まあ、6三銀と上がると、例えばまあ何かこう2六みたいな時に、6五歩にね、こう角でやられる手があるんですね。まあ、反撃した時にねこうされた時に桂取りになってて後ろに飛車がいるので、これちょっと嫌な形なんですね。でこれが、まあ、ちょっと一手違うんです。こうなってるとねまあ、6五歩に6四角で4六角で出られても、まあ、桂取りにならないよと、受けやすいよということですね。もちろんまあデメリットもあります。実戦もね出てくるんですけど、まあ、上部がね薄かって、まあこういうところに傷ができたりとかねデメリットもあるんですけど、6五歩突きやすくしたっていうのが8一飛車の意図ですね。でまあ8一飛車に対して先手2六銀、これ難しいですね。3五歩突く手もあるし、ちょっと難しいところですね。3五歩ですと同歩同角にやはり8五歩と突くような8六歩と突くような感じですかね。同歩ですと、まあ、継ぎ歩するような手や、まあ、6を突くような手とかね、まあ、こういう感じ、あるいは4五を突いとくような手とか、まあ難しいところですね。例えば3六銀に4五のコースをついてね、まあ結構、まあ、これもやっぱりこの形で生きてますかね。これ銀がこうですとね角成られちゃうんでね、飛車飛車型6二銀型がね生きてるとも言えるかもしれません。まあ、先手もねこれ結構こう銀でね形はいいんですけど、もろにね上部から次バタ3五歩とかね攻められちゃうんで、結構早囲いもね痛むんですよね、この展開はね。なので実戦はこの手が待ったんですけども、まあ、2六銀と出ました。で2六に対して4五歩、そして3五歩、ここからね激しい攻め合いですね。まあこういうね同歩同銀
3四歩で受かればいいんですけど、まあこれは初級者向けというかね、まあ中級者向け方なんですけど、まあこう受けてもね、2四歩と突かれて止まってくれないですね。これはね、銀を取れば歩なられちゃうし、同歩は同銀でね、どんどん攻められちゃうんで、もうこれは攻め合うしかないということですね。3五歩に対して、6五歩とぶつけ合いましたね。6五歩で、同歩と取って7五歩と、まあこちらのね、攻めや飛車角銀形って言うんですけど、この場合飛車角形でね、いかにこの早囲いの上部からねプレッシャーをかけれるか。まあ一つの例としましては、同歩なら6五桂と飛んで、例えばまあ後手が一番うまくいったってですね、こう6六銀と受ければ8六歩同歩、まあどっちもありますけどね、例えばまあ一番激しくなら角を切っちゃって同金に8六飛車と、こう7五歩同歩という手が入っていれば、こう飛車がね十字飛車の形で攻めれるということですね。もちろん角を切らないで単に8六飛車と取ってもいいですね。これで8七歩なら6六飛車と取って、まあ、十字飛車が成功するという感じが、まあ、一つね後手の狙い筋です。まあ、実戦は7五歩にまず3四歩とね取りました。まあ同歩は6五桂が厳しいということでね、で3四歩に同銀3五銀と、まあ非常に激しい叩き合いですね。まあ棒銀っていうのは例えば一番やってはいけない手はこういう手ですね。3五歩と打つのはこういう手は銀を引かれてこの銀が取り残されてしまうのでね、まあいわゆる重い手ですね。重い手、角と銀が効いてるところに振っちゃいけない。まあこれはぶつけていく先手としてもこの銀は一刻も早くさばきたいところですね。で同銀同角と。そして、3四歩、ここは難しいところでしたね。まあ後手先手の方から3四歩と打たれる形が嫌な形なので、まあどんどんね8六と攻める手もあったと思います。実際は3四歩と追いました。そして2四歩、まあ角を引けば穏やかなんですけどね、引く場所は難しいですかね。こちらに引くと全然後手にねプレッシャーかかんないので8六歩や6五桂でどんどん攻められそうですし、2六に引くと3五銀と手厚く打つ手がありますかね。これで角が3七ですと3六4六歩とか、やっぱり角がそう下がっちゃうとねこう押し込まれた感じになるので、先手としてもまあ2四歩突きました。で同歩同角同角、まあ先手もねこう手順に駒をさばいて好調な感じですよね。で2三歩に3四飛車と、で3三金、まあここが一番とね本局勝負どころでしたかね。ここでまあ実戦はね5四飛車と勝負、まあここがまあもう一番将棋で一番難しいところですよね。まあ先手が今こう好調に飛車さばいたんですけど、まあいっぱい歩も持ってね部分的にはすごく気持ちいい手なところなんですけど、ここでどうするかがね、まあ先手もここで無事に済んでしまえばねこうも駒好調に飛車がさばけていいんですけれども、実際は5四飛車と勝負でした。まあただ飛車をね縦に引く場所も難しいんですよね。まあ、例えばまあ一番自然なのは例えば3八ですかね。3八飛車と引くとまあ仮に4九角とね打たれて結構ねきつい、攻めはきついんですよねこれね。飛車寄るとまあ角を切って同玉にまあ8六1回入れといた方がいいですかね。8六同歩入れといて、これで6五桂とか飛ばれるとどうですかね。これ結構ね飛車が近いんですよね。で銀かわすと飛車走られちゃうし、でこの形が意外とこうなんですか、これ銀上がってないのがいい形なんですね。隙がないと、まあ先手も心持ちますけど俺受け一方立っちゃうなと、なのでまあ一瞬こう飛車さばいてね気持ちがいいとこなんですけれども、後手の反撃が非常に怖いというとこもあるわけですね。まああとね飛車どこ引くかね、どこも味悪いんですよ本当に。2九3九ですとね2八角打たれちゃいますし、まあ3七でも2八角あるいは4八角、まあ2八角ですかね打たれちゃうし、まあ3六もありますけどね、まあ3六飛車が一番まあ無難ですかね。ただ横利きが効かないんでね、これもちょっと味はあんまりいい形じゃないですね。まあこうでもこう引いといてどうでしたかね。まあこれでまあ先手の番になればね、まあ間に合えば一番2二歩という攻めもありますしね。まあこれで難しい勝負でしたかね結果的にね。実戦は5四飛車はまあこれやっぱり縦に引くと気持ちが悪いということですごく分かる手なんですけど、こう回ったことによってまあここでねやっぱり6三銀打と飛車を捕まえに行って、結構やっぱりこれね後手の駒多かったですね。これね後手の駒が多かったって表現もあれなんですけど、これ取りに行くのにねやっぱ薄く取りに行く、まあこういう手で薄く取りに行くのはやっぱ危ないんですよね。駒いっぱい持たれてて切られたりした時にやはり駒がね、例えば具体的に言うと切られて同銀ですとね例えばこう金打たれちゃうし、
同玉ですと例えば5四歩と突かれて、同銀ですとねもう見るからにバラバラですねこれね。7二銀とか角とか打たれちゃうんで、こういう時は捕まえる時はどうせね先手側が切ってくることね、飛車を切ってくること想像できるので駒を打っちゃった方がいい。でこれで切ってくればね同玉で銀2枚が非常に手厚いですよね。で逃げるとしたら5五飛車と、実際も5五飛車と逃げたんですけど4四金と、この活用味がいいですよね。この金が角形の金がこうね。で難しい戦いなんですけど、これやっぱ飛車取れたの大きかったですかね。6四歩と突いたんですけど、飛車を取れば2枚がなんですけどね、同銀で取って7二角とね、先手は暴れてる手なんですけど、これもね慌てて飛車を取ると8一角成でね、うるさいんですけど、8四飛車とね、これでね、際どくですけどね、非常に際どい勝負ですけど、やはり先手側もね歩が利かないんです、攻めにね。飛車を切っても同玉で金銀では捕まらないですし、ちょっとね攻めが難しかったですかね。実戦は5四飛車と上がったんですけど、同金同角成とねこう取ったんですけど、これですとね銀取りがないですし、これでね攻めが回ったので、2八飛車という待望の王手が回って、難しい展開でしたけどね、ここでようやくね後手ペースの終盤戦となっていきました。続きましてね、最終盤終盤のね決着の部分を、皆さん見ていただきたいなと思います。今ね、5七桂と金取りに打って金を寄ったところですね。お互い局面ね途中のところから桂を取り合ってね攻め合いという状況なんですけど、ここで5八角と、力をためてね、この手は厳しい手になりましたね。後手玉がね、金を取られた後も、同玉と取ると意外と広い格好ですよね。なのでここで先手は何か受けないといけないということで、ただ数をね次もう竜を切って一気の寄せと、あと6九桂成というね攻めも受けるスペースがなくてどちらもきついんですよね。で、8八玉と逃げて、これね手筋の早逃げで、ここがね一番大事なところですね。ここで間違えると一気に形勢逆転します。というのも例えば6九桂成とね追っかけて成りたくなるんですけど、こうやると7八金と上がられて一気にね攻めが難しくなりますね。もちろんなしですから、これは難しい状況になります。ただこの時に8六歩と突いて、これがねこの将棋の決め手になりましたね。8六歩と突いて、同銀か同歩しかね部分的にないんですけれども、同歩ですとこの瞬間に7九竜と切る手がぴったりの一手でして、同玉に6九角成となるとね、お分かりいただけますかね。王様があった時にこの歩が空いてるので金を打って詰みとなります。なので常識的にはね歩で取るしかないんですけれども、歩で取ると今の詰みがあるので、同銀とね実戦は相手方取ったんですが、これに対してもね同飛車と、爽やかに取る手がありましてね。で同歩ですとね同じですね。7九竜と取ると結局金銀持ってるんでね、同玉に6九角成となって頭金打てば詰みと、結局この8六歩でね空間を空けとく手が重要だよっていうことですよ。そのね慌てて6九桂成となっちゃうと大変なことになりますということで、実戦は8六同銀同飛車に取るわけにもいかないですし、放っておくとねやっぱ7九で詰むので、7八金打とね、これは指すとしては一番ね最大の頑張りなんですけど、8一飛車と引いたところで惜しくもね時間切れとなりましたね。ただ形勢はねこちら今銀ボロ取ったのが大きいですよね。これは後手がね、私の方が形勢はもちろんね指せば逆転する可能性もありますけれども、形勢は私の方がいいですね。飛車をね8一時点で次5二桂成と取ってきても同玉がちょうど馬取りになるんですよね。で例えば馬が逃げれば、これ一例ですけどね、6九桂成と何慌てないでね、今度は金が逃げれないので桂馬で削っていけば、6二玉7二玉ってルートもありますし、次ね7九成桂と取れればもうね、同金にちょっと手数はないですけど、例えば一例やりますか。同金だと飛車を切るような格好で同玉に9五桂と打つような格好でね、手順は長いんですけど詰む格好もあるんですね。これは一例なんですけどね、もちろん竜が普通に効いてますから他にも詰みもありそうです。ということでこの投了図ね、最後時間切れになってしまってもね、相手の方もぜひね最後まで私も最後させたかったんですけど、この局面は形勢自体は8六で銀を取ったことによって投了はやめないってこともないですけどね、指せば指せるんですけど、形勢自体は後手優勢の局面での決着となりました。いかがだったでしょうか。戦型がですね、私が後手番の雁木右玉に対して相手の方が矢倉早囲いという構図でね、
タイトル戦でもね行われたようなもう非常に構図で今本当に一番熱い戦型と言える熱い戦型の一つとね言えるんではないかなと思います。ちょっと難しいと思います。難しいと思うんですけれども、繰り返し見ていただいてね皆様の実践に生かしていただければなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。